どうも、なんとか重工友です。今回の企画はドリル研ぎの動画なんですけど、以前にもドリル研ぎの動画を出しました。こちらに表示させておくんですけど、今回は岩田ツールの岩田社長からですね、ドリル研ぎにはいろんな種類があって、もっとね研ぎやすいのがあるよみたいなことで、ちょっとそれを言わせてくれって言われたんで、ちょっと岩田社長をお呼びしたいと思います。こんにちは、岩田です。研ぎやすい研ぎ方があると。そうなんですよ。大体いろんな動画見てても、はい、みんな円錐っていうちょっと難しそうな、はいはい、あれ円錐研ぎっていうんですか。そうそうそう、はい、なんだけど、結論からいくと初めてとか、まだうまくいかんという人だったらちょっとおすすめのやり方があると。はい、じゃあそれを今回、教えてもらおうと思います。はい、というわけで、ここにねグラインダー映ってないんですけど用意してもらいました。で、まず僕の研ぎ方、円錐研ぎ。僕はいつもまず逃げ面から当ててこういう感じですね。はいはい、はい、で反対側やってで肩をこう見てで高い方をまた削る。でシンニングになったら、これでこうやる。シンニングもいろんな人いますね。こうやる人もいれば、いる。僕はこっちタイプなんでこうやって入れたり。ちょっとこれ R がでかいかな。今すごいすごい雑にやってますけど、こんな感じでやってますと。はい、はい、僕はちょっとこれ平面研ぎっていうやつを機械でやることが多いんですけど、ちょっとそれを手でやってみたいと思います。逃げをつけたら基本的には当てる。反対側も逃げ角つけて同じようにつけたら当てる。これで平面研ぎの場合は2番3番っていう面を取っていくんですけども、削っていくんですけど、今これで2番の面、刃の部分のところが研げました。そしたら今度3番のところを研ぎます。2番の時の角度よりももっと強く逃げ角をつけて3番を当てます。で反対側も同じように当てます。でこの2番と3番の両線ができるので、その位置を見ながら3番を合わせると。変に動かさない分簡単ってことですよね。そう、多くの人はこの向きに当てるんだよって言っても、円錐の場合ってある動きをしながら当てなあかんじゃん。はい、これがね結構やっぱり慣れるまで難しいんですけど、平面の場合は角度つけて当てるだけだから、こう砥石に当たってる状態に動かすっていう動作がない分だけ結構初めての人でもやりやすい。こういうドリルって市販の超高ドリルに多い形してるんですけど、逆に言うと超高ドリルは今ほとんどこれですよね。平面で。僕が昔先輩の職人に教えてもらった円錐はやっぱちょっと豚骨さんとも違うんですよね。あ、そうなんですか。基本あんまり変わんないんですけども、当て方が違う。はい、当て方も一緒なんで、違うね。ちょっとやってみましょうか。はい、お願いします。刃の方からまず当てます。で、さっきの豚骨さんとこういう感じでやるんだけど、実はこれにひねりを加えます。余計難しくなってますね。多分難しいと思う。でもこう当てたらこう回しながら起こすみたいな。それは初めて見ましたね。でも円錐研ぎっていう研ぎ方の基本に忠実なのは本当はね、理論的にはこっちの方が近いんです。あ、そうなんですか。はい。さっきの豚骨さんの円錐研ぎと僕の円錐研ぎで逃げ角のつき方が変わるんで。またそれも特性が出てくるってことですか。そうです。それはかなりマニアックなんで
いいね。やっぱうまいっすね。結構いいねこれ。ちゃんと2つねねえ出てるんで。じゃあ次は僕が加工した平面研ぎのやつで開けてみます。条件は一緒ね。はい。うん。まあ全然。よし。ほっとします。かなりホッとしてる。これね、うん、くちゃくちゃだったらね。ちょっと重いね。はい、というわけで、社長が研いだドリルで、穴を開けたところ入り口が、コンマ 2,3 ぐらい大きくなってたんですよね。そう、僕のだけ大きくなっちゃいましたよね。はい、で、ちょっとね犯人を探してみようということでボール板に、ピックを取り付けてみました。これでリップハイトね。はい、リップハイトを測定していきます。これも結構簡単にやれるんでやってみてほしいんですけどね。こうやってドリルを研ぎつけてピック当てて、でこう刃が当たるとこうやって上がってきます。で今ちょうどねだいたいゼロになるように。片方の刃先で0。はい。はい、で次の刃。次の刃がよいしょ。ぐるっとやべやべやべ。あうわ。コンマ 3？ コンマ3。あれ？コンマ 3？ これはちょっとすいませんね。なるほど穴でかくなるわけだ。まあそんだけコンマ3もずれてたらやっぱ大きくなりますよね。そう。まあこうやって、リップハイトを測ることができると。これ絶対やった方がいいですね。穴開ける前にねやってそう確認してみた方がいい、ね。一番多分ねどうせ開けるから、その時にこうやって測ると、まあ自分の研いだドリルが、まあ、そうすればなんていうのかな。旋盤だと無理だけどね。はいはい。回らないから。回らないですよね。はい。これで見ると。いやーちょっといまいちじゃないな。今 0.3 すみません。じゃあちょっと僕のやつも見てみますか。そう見ましょう。今僕のドリル見てるんですけど。だってこれちょっとちゃんと測らなあかんこれ。これ1メモリ100分の1やからね。はい。これ 0.05 から5、はい、からくるっと回して反対側 0.0 これやばくないですか？ 0.025 100分の3以内には入ってますね。 0.03 以内にリップハイト入ってるよ。さすがトンコツ。すげえまあこれが実力ですかね。いやこれやっぱ穴がピシャッと開くわけだね。そうですね。だって前の動画ではコンマ1ぐらいリップハイト出たけど、今回は 0.03。前の時よりドリルが大きいんで研ぎやすかったってのはありますけど。うわすげえこれ。まあこれくらいはできますよね。ちょっと待って、これ今測り方を説明しようとしてるの。とんこさんの凄さをなんかこれ証明してるような。しちゃいましたね。はい、というわけで、ドリルそれぞれのドリルで加工テストを行って、どちらも切れるってことが分かったんですけど、その研ぎ方の違いが結構あったじゃないですか。こっちをひねる方と、平面的に当てる方で、より詳しい、シミュレーションソフトを使ったそのねやり方っていうのが見えるらしいんで、ちょっと見せてもらおうかと思います。はい。これはですね、うちが岩田ツールがドリルを作ったり、いろんな工具作る時の、NC の工具検索版のシミュレーションソフトです。もう専用ソフトってことですね。そうですね。これはもうだからその機械メーカーが開発したやつなんで。はい。で今ドリルと今青いのが砥石。でこうドリルが今ちょっと寄ってってるっていう。ちょうどほらこう逃げをつけてちょっと傾けて。手でちょっと傾けて。そうで、これからじゃあ寄っていきます。砥石に当てる。でとんこさんはね、こっち巻きに回してますよね。そうですね。その逃げ面から作って刃先に向かっていく。そうこういう風に。ただこれちょっとねだから回してるんだよね。本当だ。
ドリルの方をちょっとねじってるような感じ。そうこれがね円錐研ぎという、はい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 。これだから3つの動きせなあかんからね。僕ここまでねじってないですね。そうですそうですああすごいわかりやす。そうこうやって動かす、これを人間の手で皆さんやってるわけですね。3次元的な動きをフリーハンドでやってるから難しいと。はい、はい、次はこれが僕がちょっと手で研いでた方の二段平面っていう彫刻なんかはねこういう形になってることが多いですね。あとここにシーニング入ってることが多いんですけども、はいはい、こういった研ぎ方がもう今はよくあると。はい、でこれを研ぐとどうなるかっていうのがこれずっと今ここによいしょこの砥石にドリルが今からじゃあ当てます。はい、でこのある程度の角度をつけておいて、はい、もうすでに傾いてますね。そう傾いて逃げ角をつけておいてそのまんまよいしょとジャーンって当てる、よいしょって振ってあれやっとシンプルですね動き的に。だから当てるだけだからすごい簡単なんですよね。でこれで、2番はい、切れ刃のところがまずこれでできました。はい、これちょっと今これもう出来上がってる形なんですけどこのままだとダメなんで、はい、今度もう少し角度をつけて3番でちょっと暗い色の青いところ、はいはいはい、ここをまた次削るんですね。なるほど。ういちょ、はい、また角度がかなりそうさらに強い角度をつけて当たらないようにするってことですね。そう切れ刃には当たらないようにちょっとこれ3番って言われるところを、はいはいはい、円錐だったら刃じゃないところをギュッとこう回しながら逃がすでしょ、はいはい、それをもう回すんじゃなくてここもまたジャンって当てるだけ。内決めして当てるだけ。そう。なるほど。だから手を回しながら削るっていうことをしなくていいんで初めての人には実はこっちの方が簡単っていう。でもなんでなんですかね。これを教えてくれればいいのに。いやなんていうのかな、昔は円錐しかなかったんですよ。もう本当に昔ですよね。機械加工が始まって多分で僕おじいちゃんから教わったんですけど、ドリル研ぎって会社に勤めた時に、もうその円錐研ぎしか教えられなかった。僕も実はこの平面で研ぐっていうのは誰にも教えてもらったことないです。自己流ですか？ただ機械でこうやって研ぐっていうのは機械研ぎではまた逆に一般的なの で、特に細いドリル、細い径の小さいドリルはこういう平面で研ぐっていうのが結構一般的なんですよ。だからこの機械の研ぎ方を見ていやこっちの方が簡単じゃねえと思って自分でやってみたら、普通にできちゃう。できるじゃんこれっていうことでこっちの方が簡単じゃないんですかって。なるほどなるほど。ただなんかそういうドリル研ぐところを教えてくれる学校とか職業訓練校では多分やらない。なるほど。手研ぎでやったのが一番最初かもしれないですね、もしかしたら。いやそんなことはないと思うけど。でも YouTube でもみんな円錐研ぎで多分、僕もちょっと調べた範囲内では見つからなかったんですけどね。多分こっちの方がこうどう当てるかっていうのが分かりやすいと思うので、一回これちょっとチャレンジしてみて。はいはい、で難しいのはここの線、ここにこう2回当てた時の線が出てくるんですけど、はいはいはい、これをねこう綺麗に合わせるのが難しいんですけど、はい、実はここの線が少々ずれててもあんまり問題ないので、そうなんですか。はい、大事なのはもう切れ刃が出てて、はいはい、でこう後ろ2番が当たるっていうんですけど、はい、この一面だけだとちょっとヒールが当たるとか2番が当たるってダメなんで、はいはい、そこをちょっと落としてやればいいだけなんで。なるほど。手で研いだドリルの逃げ角の測定をします。はい、で逃げ角の測定っていろいろあるんですけど結構難しいんで、これちょっと顕微鏡を使った簡単な測定をしてみます。この今使ってるのはキーエンさんの、顕微鏡なんですけど、別にルーペで見ても何でもいけますんで。こんなん持ってないですからね。そうちょっと今日は見やすいからこれなんですけど、この、ドリルちょっとさっき研いだのとは違うちょっとドリルを今置きました。ちょっとこっちの方が見やすいんで。で
これがドリルの頭から見た時の図なんですけど、はい。これちょっとギュッと拡大します。はい。おお。はいはい。で、今回大事なのはこのチゼルエッジっていうこのライン。はいはい。よく聞きますね、チゼルエはい。ッジ。これ見えると思います。で、この線とそれからちょっとこれまっすぐじゃないんだけど、まあこの切れ刃のこの角度。はい。これ今51度って出てきましたけど、はい。この角度で実は二気角がだいたい分かります。へえ、ここが重要なんですか。そうなんです。で、新品のドリルを見て、まあ、この角度がだいたいどれぐらいになってるのかっていうのを見てもらって、ほんで自分が研いだドリルが、まあ、この角度に似てたらいいんだけど、はいはい。例えばこんな感じの、よいしょ、こんな感じの角度で、まあ、またこっちはまあ一緒なんでね。こうするとこれ85度とかになっちゃう。90度近いですね。そう。もしエッジがこれよりもこう立ってるっていうかね、はいはい。なってたらこれね逃げ角ほとんどないと思ってくだこれってどうなるんですか。これで穴開けようとさい。するすげえ切れ味悪い。と。あ、重くなるって感じですか。まあ重くなる。ああ、なるほど。そうで今度逆に言うともっとこうよいしょ、もっとこんな角度、あ、逆につきすぎる。そうになってるとよいしょ、こう例えば30度とか、はいはいはい。こうなってるともう逃げ角が強すぎるっていう状態にはいはい。なっちゃうので、まあ、あとこう切れ味も長くなるので切れ味もある意味悪くなるし逃げ角が強すぎて書きやすいしみたいな。結構その絶妙な角度に取らないとダメですね。でもねここの角度まあまあ見た感じちょっと寝てるようなぐらいで全然いいとああ、思います。そうなんです。立ってるよりは寝てるように。まっすぐとかむちゃくちゃこう寝てるのでなければ、まあ大体切れます。なるほど。は全然気にしたことなかったですね。適当にいつも取れたんで。で大体新品見るとね大体こんな感じになってます。50度ぐらい。まあそうですね50度とか60度ぐらい、うん、まあ大体それが適正かなみたいな。そうこれをこうルーペで見たりとか、はい、まあ、肉眼でも見えちゃうと思うんでこれを見てもらうとまあ大体うまく逃げがついてるかっていうのがこの切れ刃付近とかここは分かります。なるほど、はい、じゃあ次ちょっとドリルを、横に置いてです横どっちが横なのかよく分かんないんだけども、まあ、この向きに置いて、またもう一個これの逃げの測り方ですね。これトンコさんが研いだやつです。でこれまっすぐのラインですね。でちょっと拡大します。はい、拡大するとちょっと粗が目立つね。でこれもさっきのドリルの軸方向にこう線を引きます。でもう一個はこのに傾きね。はいはいはい。これがそうともう一個今の直角に対してこの水平これがまあ直角だよね。直角なんて言えばいいんだ。水平ですか。水平、に対してこれが逃げ角。はいはい。これ今13度って出てます。これも研ぎ具合で変わるってことですね。そう。まあこれも見た感じで全然いいとは思うんですけど、はい、まあ結構いい感じの逃げ角。これベストは何度ぐらいですか。これも厳密に言うとだから削る相手とかタイプにもよるんで、まあでも10度から15度ぐらいだったらいい感じじゃないかなって。なるほど。はい。だからまず最初はここで逃げ角を見てここが合っててもさっきの真ん中のチゼル角がずれてるとやっぱりうまくいかないので、だいたいここはこれぐらいでチゼル角も新品と同じような角度になってるともうだいたい大丈夫だよねっていうのが分かる。やっぱり最初は新品見ながらどうがいいですよね。そうそれが一番いいと思います。はい、で今度この逃げ角がちゃんとついててもよいしょ削除全削除、はい、ここのところは逃げがついてるんだけど場合によってはこの後ろのところがまたこうビューンってこう上がってきちゃう時があるんですね。はいはい。
これは2番上がりとか言うんですけど、それはそれで良くないので、そこもきれいに、簡単に言うとよくありがちなのがなんだ、こんなこういう感じでここのエッジがなってる時があるので、それも良くないんで、ちゃんとこう2番がこう落ちてるように、なだらかにこうそうですね。はい。はい、というわけで加工テストも行って、どっちの研ぎ方でもちゃんと切り子が出て、普通に使えるドリルってことが分かったんですけど、なんか近くにプロのドリル再研磨屋さん、エンドミルとかもやられてる会社、どっちかというとそっちがメインのです。再研磨の専門の会社が近くにあるということなんで、そちらにも、伺いたいと思います。で、どこにあるんですか？そこですか？うん。斜め前。BTT って書いてるところ。そうです。あ、結構有名な再研磨屋さんです。もう目の前ですね。はい。歩いて3分。いや、2分。1分。あ、そんなところにあったんですね。はい、結構なんか仕事で。そう、やっぱりいろいろお願いしたりとか、はい、やってます。こんな近くにあるってめっちゃいいですね。そうなんですよ。ちゃんと。もともとこう引っ越してくるときにちょっと示し合わせた感があるんですよ。ああ、そうなんですか。お互い違うところからにあったんだけど、ちょうどここのなんかエリアができたときにいいとこあるよっつって、じゃあお互いここ行こうよかっつって。そんなことあるんですね。はい。というわけで、プロの再研磨屋さんがもう目の前にあるんで、はい、ちょっとどんな道具を使ってたりとか、どんな研ぎ方のなんかテクがあるのかみたいなのをちょっとだけ、見せてもらおうかなと思います。じゃあ行きましょう。はい。いいです。最後のダメだね。見せてもらって教えてもらったんで、これ僕この機械初めてなんですけど、ちょっとやってみます。ちょっと近く来てもらって、これドリルをこれ後ろ側つけて、でこのレバー引っ張るとこれ開くんで、これでドリルを挟みます。で面白いのがこのドリルのこの溝とのこうエッジのところをこう、はめ込むと、これで刃の位置が決まるんで、これで、あと実はここに逃げ角だとかそういったものを調整するところがあって、それここになんか逃げ角を変えましょうとかいろいろと設定があるんで、それをセットします。このレバーでこっち持っていくと砥石のとこに行くんで、ここ来たらこのレバーでこうやって回す。円錐研ぎができる機械ってことですよね。そうですね。この円錐も円錐の一面なんで、この円錐のこう湾曲具合は実はここのつまみ調整していくと、そこの円錐具合も変わるんです。ここにちゃんと説明書きがあるんですね。なるほど。はい。で逃げ角もここもう一個のところを調整すると、逃げ角も強くなったり弱くなったり、それもこれで調整できるようになっています。本当にドリル専用機ってことですね。そう。でこれ1個終わったら、さっきこのレバーをこうやってひっくり返して、それで高さも合うってことですね。そう、お尻で場所が決まるんで。なるほどなるほど。でまたこっち入ってきて、でこの削れてる音がなくなってきたらもうそうですね。削れたよってことですよね。でもうちょっと削りたかったらこれを追い込んでやれば、切り込みをちょっとずつ追い込むんで。なるほどなるほど。結構しっかりしてます。思ったよりね、なんか。そうですね。はい。さすがプロ用。ここに見えにくいかもしれないですけど、ドリル検索版にちょっと書いてますね。そう。ドリル専用の検索版。でちゃんとこれなんか特許番号とか全部この構造が特許になってるみたいですね。
さっきの機械では刃先の円錐は研ぐんですけど、シンニングは機械では入れれないんで、フリーハンドでもう手で入れます。この顕微鏡を覗きながら。おこれシンニング専用の機械なんですか？いやいや、これはもういろんな汎用的な工具検索版、これもう牧野さんの一番オーソドックスな。なるほどなるほど。えまあ何でも汎用的に使える機械で。そう、まあそれを今ちょっとこれはフリーハンドでシンニング入れるの。この砥石のエッジが結構大事なんで。ああ、なるほど。はい。はい、というわけで今回は岩田ツールさんと BTT さんのコラボということで、ドリルの研ぎ方、円錐研ぎだったり、平面研ぎっていうんですか、正式名称そう、いろんな言い方。いろんな言い方まあそういう、ちょっといつもと違う研ぎ方について、勉強というか、いろいろ教えてもらったわけなんですけど、もっと詳しくドリルのことを知りたいぜっていう方はですね、この後というか同時に公開されてるんですけど、岩田ツールチャンネルの方で、もう僕と、対談じゃないんですけどね、ちょっとマニアックな、ね、マニアックな、ドリルについてもうちょっと詳しく、語り合って、いろんなことを教えてもらおうかなという思ってますんで、ぜひそちらも見てみてください。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録の方よろしくお願いします。岩田ツールさんのチャンネルの方もお願いします。ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。